人間革命、新人間革命も5章もです。中には矛盾してるじゃないかって、それぞれの方の指導の中でここ矛盾してるじゃないかって思うようなことがあったとしても、矛盾してないんだよこれっていうね事実を伝えようとするための方便だから、それは人それぞれの境外によって励まし方も変わってくるから、文字だけ見るんじゃないんですよね。だから人間革命で事実でないことが書いてあったとしても、事実なんですよっていう、それを使って何を伝えようがあったから、じゃあ法華経は嘘なのかって嘘じゃないので、法華経っていう釈尊古神で起きたことを通じて何を伝えようとしてるのかなっていうことに食らいついていかないと、それはただの嘘じゃないかってことになっちゃうというか、真実を表現するための方便だから、事実以上の根源的事実、事実じゃないけど事実、そうやって伝えようとしたこと、書かれた本についてどう向き合うかっていう本の見方、それを今一度考え直すきっかけになる動画になればなと。では今回コムド前回ちょっとね、悟り2段階の悟りの話しましたけど、めっちゃ熱入ってましたねこういう話をもし座談会でしたらって考えてみてごらんなさいと、なんか本来それは創価学会の真摯の目的でもあるわけだから喜んでもいいはずなんですよね周りは。でも どうでしょうかっていう、特にね幹部の方あんまり面白い顔してないっていうかねなんで声が小さくなっていくのかな先生喜んでくれよっていう、まあそうだよね、本来そうですよね、気づきのきっかけの場でありますんで、面白いと思うよ。だからそこで幹部の人もね、もしそこが分かる人だったら、うわ分かるわーって共鳴してくれたりわけじゃないですか、もし分かってなかったらうわすごいなっていうことを素直に言えればいいわけなんですよね、そういう環境にしていかないといけないねっていうね。いやーすごいと思えてない人がいるのかもねちょっとまあ難しいなその境外で判断しがちというかね、境外は変わっていくから特にその仏の実態というか、いうことが分かると境外が変わりやすいから得だよって話だから、そうだね。でも今の結果でしかね判断してくれないというかね、中には僕の勝手なあれですよ、なんかこの境外のことをなんかカースト制度みたいに見てる人いないと思って、いやそういうことなんかなって疑問になっちゃうけど、そういうのなんか具体的な例で言うとどんな感じですか？いやあいつまだガキ界だからとか、あの顔はちょっと地獄界だよね。なんかわかります、なんかカースト制度っぽい認識でいるっていうか、いやあんたの中にもあるよって仏教勉強してたら出てくるんじゃないの。素晴らしいですね山本君は。そういう視点が持てるようになってる。おかげさまで。いや素晴らしい。いやでもないですか、なんかそういうの。そういう使い方する人はやっぱりいますよね。これポイントなのが眼見応合なんですよ。自由の菩薩は眼見応合で生まれてくるって言いますから、なんで地獄界の顔してるのかとかね、なんか見方がやっぱ変わるから、これやっぱ実感するには境外不要なんですけど、第2段階目の、その第2段階目の悟りが来たら、もうだからあえてそういう生き方を、苦しい生き方を選んで人を救うためにですよ、そのあえて業を背負って生まれてこられて、今戦っておられるっていうことがすごいなっていう、心から尊敬してるっていう見方で接しれるようになるわけですよね、それが池田先生の振る舞い方だったっていうことなんだけど、これはなかなか頭で思うともできないんで。そうですよね、心からそう思えるんですよ、その自由の菩薩の第2段階の悟りにいた場合がね、これを目指したいところなんだけど、目指してる途中で、これが分かればいろんな人の個性、境外の個性が、なんで、低いからダメみたいな感じにはならないっていう。ほんとそれね、そこはちょっと勉強していかないかんところだし、逆にこうどんどんそういう人たちとつながって鍛えていかないかんところでもあるかもしれないです、自分も含めてですけど、おかげさまで5体満足で体に関しては何不自由なく今まで生きてますけども、やっぱりこうマイノリティな方たちって
どうしてもいますけども、ちょっと身構えちゃったりしてる自分は正直あるんで、まだまだだなっていう風なところはあるんで、修行しよう。それを飾らずに言えることが偉いですよ。やっぱ俺だってあるし、それを乗り越えて、同じように尊敬するというか商法を実装された境外で、振る舞えるようになりたいですよねっていうことですけど、そうですね。それはやっぱり第2段階に悟りが必要になる。そこのハードルはだいぶ下がってきたいい時代じゃないですか。そういうハード面で言ったらテクノロジーがやっぱ発達してるんで、やっぱりだからこそ人間力を鍛えないかんですよね、って僕は思うんです、語りから入っちゃいました。すいませんすいません続きからいきましょうか。はい、行きましょう。法華経は一切主上の古神のドラマ。斉藤、それは戸田先生の古神の中の悟りですね。その時の獄中の戸田先生をもしくは別の人が見ていたとしても、その人には国上は見えなかったでしょう。池田、古神です。法華経自体が釈尊の古神の説法であると戸田先生は言われていた。序本や人力本の随想も、正門や菩薩たちとの対話も、法灯の出現も、自由の菩薩の技術も、全部釈尊古神のドラマと見ることができる。須田、インドの領受船に行った時、自由の菩薩が出てきた大地の割れ目を探していた人がいました。しかしあくまで古神のドラマであって事実ではありませんね。これもこの学習を始める前にはい、話したと思いますけどもね、国営の時の話ですよね、実際に起きた話っていうよりかは、釈尊の古神で起きていることの表現の仕方っていうことですよね。そうですね。一切がだから自由の菩薩もそうだよって、自由の菩薩っていうキャラクターがいるとかじゃなくて、そういう特定のね、逆にあったのかな、割れ目探してた人ここやっつって看板とか立ってないよね、現実世界。ここっすってあったら面白いなちょっとおもろいよな。俺も探しちゃうかなって、領受船割れ目はここみたいな看板あったらね次回のサムネにしようか割れ目ここ特定にあるっていうことじゃないというねそういうことだね、自分の生命の中の煩悩を割って出てくるってことなんだ。はい、ちゃいますと。ちょっとおもろいかったですけど池田、歴史的な事実ではないが生命の真実を表しているのです。斉藤、この語らいでも歴史的な事実ではない法華経のドラマを便宜上事実であるかのように語ってきたことがあります。それは必ず生命の真実を表していると考えられるからです。遠藤、釈尊古神の説法ということで分かりにくいのは釈尊自身です。法華経に登場する釈尊も釈尊古神の釈尊ということになるのでしょうか。池田、釈尊古神の自己自身です。ある意味で釈門から本門に至る過程は釈尊が真実の自己を表していくためにあると言えるのではないだろうか。他の登場人物や出来事も全て釈尊自身の真実の自己を表すための役割を担っている。人間革命で言ったら分かりやすいですよ。人間革命に出てくる山本慎一は、池田先生、古神の池田先生なんですよ。ああ、そういう解釈でここはいいんですかね。で人間革命っていろんなキャラクター出てくるんですけど、実際にいる方もいれば、いない人もいたりするんで、はい、そうですね。だからそれは池田先生古神のキャラクターなんですよ。で何をそれで教えようかって言ったら読解ですよ。これ南無法蓮華経を教えようとするための方便ですからね、人間革命も、現代の法華経とも言えるという、そういう世界になってくるってことだね。そういった意味で、そういった意味で、はい。斉藤、次郎本の久遠の本物が釈尊の真実の自己に当たるわけですね。池田、そう、久遠の本物は永遠の妙法と一体の永遠の自己自身を表しているのです。須田、自由の菩薩も釈尊古神の菩薩ということになりますね。池田、釈尊の永遠の自己自身に備わる永遠の菩薩です。恩義具伝にも釈尊諸具の菩薩なるがゆえ本寺本下の弟子を召すなりと仰せです。釈尊だけではない、大聖人は一人を手本として一切主上平等と仰せです。釈尊の永遠の自己は一切主上の永遠の自己なのです。一切主上が総じては本仏なのです。
自由の菩薩も一切衆生に備わる永遠の菩薩です。そのことを大聖人は肝心の本尊称で、明覚の釈尊は我らが血肉なり、因果の功徳は骨髄にあらずや。我らが古神の釈尊は無視の古物なり、上行、無変行、上行、安流行らは我らが古神の菩薩なり等と仰せられている。遠藤、法華経のドラマは一切の人々の生命のドラマなのですね。そうしますと大聖人の法華経、ご本尊も同様でしょうか。池田大聖人は国上という法華経の舞台を用いて、ご自身の永遠の自己自身をご本尊として表されたのです。大聖人の永遠の自己自身とは言うまでもなく南無法蓮華経です。ご本尊の中央に南無法蓮華経日蓮と押したための通りです。斎藤、御所にも日蓮が魂を墨に染め流して書きて候ぞ。日蓮が魂は南無法蓮華経に過ぎたるはなしと仰せです。池田戸田先生の獄中のご脱も釈伏船の棟梁としての永遠の自己自身をつかまれたと考えられる。これが国上の体験です。それは紛れもない生命の真実です。事実以上の根源的事実なのです。ですから戸田先生は国上を事実として語られている。学会員もそこに連なっていたのだと語られたこともあった。遠藤、ぼやぼやして後ろの方で居眠りなんかしていた人が今になって驚愕がわからないのですともおっしゃっています。斉藤戸田先生はまた、我々の胸にもご本尊はかかっているのであります。すなわちお仏壇にあるご本尊即私たちと信ずるところにこの信心の応呈がありますと言われています。これも獄中で掴んだことの表現なのですね。須田大聖人の表されたご本尊の宗名が戸田先生が獄中で掴んだものと寸分たがわず異ならなかった。この事実も戸田先生がまさにご本尊の体内に入られたということの証左と思います。池田戸田先生は権力の魔性と真っ向から戦われた。その信心によって得られた大境界です。維新特入です。それで法華経がスラスラ読めるようになった。法華経が説き示そうとしているのが永遠の妙法、すなわち南無法蓮華経であることが体得できたからです。ですからご本尊への信心がなくて法華経が読めるものか読めるわけがないとよくおっしゃっていた。厳しいね。厳しいですね。だからなんでご本尊と対して南無法蓮華経って言わないといけないのかというかいうところのポイントでございまして、ご本尊っていうものがなんとなく分かる人は、胸中題目しても効果あると思いますけど、ご本尊が分からない人がただ南無法蓮華経だけ言っとけばいいっていうのは、ちょっと、自分勝手なものと共鳴してしまう可能性があるから危険っちゃ危険というね。ご本尊っていう表現されたものと向き合ってたら結び目があるというね、いうことでございますけど、なるほど、っていうものと事実以上の根源的事実って言われてましたけども、法華経はじゃあ嘘だったのかって言って嘘じゃないんですよね。自由の菩薩とかいろんなキャラクター出てくるけど、表現するために真実を表現するための方便だから、事実以上の根源的事実、事実じゃないけど事実、事実っちゃ事実、ちょっと浅い段階での話なのかな。だからそれこそその海というものを生命と例えるんであればそれは波のようなものみたいなのことを、事実、波も事実だし海も事実だしみたいな、そんなイメージかなって僕は今聞いてて思ったんですけど、だから人間革命で事実でないことが書いてあったとしても、事実なんですよっていう、比喩表現、それを使って何を伝えようがあったから、そういうことね。伝えるって難しいね。そうだから頭させてもらいますと、じゃあ法華経は嘘なのかって嘘じゃないので、法華経っていう釈尊古神で起きたことを通じて何を伝えようとしてるのかなっていうことに食らいついていかないと、それはただの嘘じゃないかってことになっちゃうというか、また人間革命、新人間革命も御所もです、中には矛盾してるじゃないかって、それぞれの方の指導の中でここ矛盾してるじゃないかって思うようなことがあったとしても、
矛盾してないんだよこれっていうね事実を伝えようとするための方便だから、それは人それぞれの境界によって励まし方も変わってくるから、文字だけ見るんじゃないんですよね。仏法を学ぶっていうのは、仏法を学ぶための本っていうのはたくさんありますよ。法華経もそうかもしれないね。末法の我々で言ったら御書と人間革命とっていう、また御書講義、いろんな先生の書かれた本があります。先生が書かれた詩集とか、写真集とかもあるかもしれないし、それをだからどう捉えるかっていうところで本との向き合い方ですね。だから本との向き合い方大事ですよね。わかるわそれ。だって伝える側ってもうどう伝えようかも覚悟決めて必死にやって一つの形としてまとめて本って出版されてるじゃないですか、どんな作者の人も。だからやっぱりどの時代もどの国でもどの歴史でもそうですけど、受け取る側も真剣にならないとそれは分からんよねって、それをマジで真剣に覚悟を持ってやったのが三代会長だとかそのあたりなのかなっていう認識ですけど、その通りですね。なのでそうですね、今日のところはそうやって伝えようとしたこと、書かれた本についてどう向き合うかっていう本の見方、これを今一度考え直すきっかけになる動画になればなと。覚悟を持って学べよこの野郎って厳しいですからね。そうね。戸田先生も厳しかった、木田先生も厳しかったです。授業を受けるときは一番前の真ん中に座ろう、そこからだ自分はすいません、一番後ろの窓際だからよかったんですけど。悪いやつだ悪いやつだ先生。改心しましたそういうことね。今日のところはこんな感じにしましょう。はい。あずめおつもと。